Meshtabi, Season 3. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai. 2022 Shimohanki Dendo Iri Special 10 des. 右も左もわからない初心者中年夫婦が YouTube を始め1年が過ぎ、気づけばなんと登録者数1万2000人。私たちには身に余る光栄でございます。はい。いつも応援してくださる視聴者の皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。2022年下半期もたくさんのお店を紹介してきましたね。はい、下半期だけでなんと272件ありました。いやー、食べたね。その中でも特にお気に入りの、私たちは殿堂入りと呼んでいます。死ぬまでにまた何度も食べるであろう大好きなお店。はい、そのお店のそれを食べるためにわざわざ旅に出るというね、超お気に入りのお店をピックアップしてみました。それでは早速 Let's get it started. 1. Toyako Cho Ramaya To. 東谷水の駅の向かいにあるパン屋さん、店名ラムヤートは以前この辺りが東谷村と呼ばれていたことから逆さま読みにしてつけたんだって。ラムヤ東谷村、あ、本当だ、なるほどね。こちらの店主今野さんは26歳の頃、10年先の人生を考え始め、安住の地を探し始めて北海道をいろいろ回り、ここ東谷に住みたいと思い移住を決意したんだって。へえ、先を見据えてか。なあ、この騒ぎで移住する人急増してるよね。ねえ、便利な都会暮らしもいいけど、地方で自分らしくのんびり暮らすってのも今の時代合ってるのかもね。今野さんがパン作りで大切にしているのは、まず廃棄しないこと。たくさん作って経済を回すのではなく、生きるのに使うお金をなるべく小さくしていきたい。かっちょいいですね。ミニマリストなところは我々と共通してるね。Minimalist. そうだね。それにしてもここのパンずっしり重たいハード系。噛めば噛むほど美味しい。おじさんハード系はあまり好みじゃなかったんだけど、これは好きだね。このパンがある時は朝が待ち遠しかったよ。私たちも10年後はどこで何をしているかわからないけど、このパンは食べ続けたいパンだね。おじさん10年後生きてるかな。なんか言ってくれ。 2. Kuchang Raheel. 2022年もたくさん食べたジェラートの中でも忘れられないルヒエルさん。ニセコ方面に来たらマストです。美味しいお店ってなんだかひっそりと静かな佇まいだよね。そうかも。ギラギラしてないよね。だ。ルヒエルさんは素材に冷凍したものを一切使わず、完熟生フルーツをふんだんに使用してるんだって。なんとも贅沢なジェラちゃん。美味しいのも納得だね。むちゃむちゃフレッシュ、さっぱり爽やかね。夏はスイカやメロン、秋になるとブドウや桃、柿など季節ごとに旬のフルーツを使うので、メニューもその都度変わるってのが魅力的。丸ごとフルーツ食べるよりジューシー感出てる。喉が渇かない極上ジェラート、他のフレーバーも食べてみたいよね。ここはエブリニセコね。Every Niseko. はしょりすぎじゃない？わかるけど。いいからニセコにぴったりのナチュラルな甘さのジェラ、加糖されてないってのが最高じゃん。 3. Maroran Rantei. 輪西駅前の中通りにある地元の方で大盛況のランテイさん。ここは見つけるの大変だね。ナビなしでは到達不能。怪しげなネオンの看板が昭和感満載です。店内も純喫茶っぽくて、こういうの好きだわ。ママさんのハスキーボイス憧れちゃう。大中がおすすめです。いや、それ小樽のパンジュー屋さんでしょ。カツカレーリストにありながらなかなか来れなかったんだよね。やっと来れました。私はママさんおすすめタンシチューをいただきました。タンシチューはこの値段ではなかなか食べれないよね。そうだよね。めっちゃ安い。おじさん念願カツカレーはどうですか？これはかなり美味しいカレーですよ。今までとはタイプが違うブラックカレー。酸味のないシャバ系、辛いの苦手な人はちょっと無理かもしんないけど、ぜひチャレンジしたい美味しい辛カレー。なかなかの辛さです。
ジャワカレースパイシーブレンド2個分かな。2個分って意味わかんないけど。これは北海道ベスト5に入るカレーです。おー、久しぶりのランキング上位。おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱりこういう出会いがあるから飯旅はやめられないよね。そうざんす。行くまでのワクワク感も楽しいけど、うまいってお店に出会った時はめっちゃテンション上がる。叫びたくなるよね。売ったどーって。あ、ミッケってなるよね。家族に知らせなきゃって。家族？ 4. Manami Farano. Berries. 南富良野の山の中にポツンと一軒家的なベリーズさん。リアル北の国からみたいなところだよね。ジュン。サンダルが壊れたわけで。お兄ちゃん、なんとベリーズさんでエゾアムプリン製造所のプリンがいただけると知りお邪魔したんだよね。そうなんさ。エゾアムさんは予約しないと購入することができなくってね、リサーチ不足でした。エゾアムが買えなかったのが功を奏し、こちらのカフェでもいただけるという情報をいただきましてね。そしたらまあ素敵なところじゃございませんか。ねえ。目から生ハム、ひょうたんからコマ、タンスの裏から銭湯のポイントカード。でもここ素晴らしいロケーションだったね。素敵だった。ナチュラルに暮らすご一家が最高のおもてなしをしてくださいました。音楽家なのかな。グランドピアノがあったり素晴らしいインテリアだったぜ。ねえ。なわけでエゾアムさんのプリンにやっとご対面。想像よりもハード系プリン。どっか懐かしい感じがするよね。これ好きだ。プリン目的の訪問でしたが、ついでに頼んだガレットにぶっ飛びです。ねえ、衝撃のドストライクメニュー。そば粉のクレープですよ。これは棚ぼたでしたね。ガレットの美味しさを初めて知りました。香ばしいし香ばしい。しかもすっごい香ばしいからめちゃめちゃ美味しい。どんだけ香ばしいねん。また目玉焼きが最高の焼き加減なんすね。取れたて摘みたてベリージュースもフレッシュ。飲んだ瞬間体が喜ぶ。マジで視力 2.6 になったよ。なわけない。自家農園で作られたベリーたち、加糖なしの甘み酸味が癖になる。ここはラッキーサプライズね。プリン食べに来たのにこんなにいろいろ美味しいなんて幸せだ。これ美味しい焼き加減を知ってる人が丁寧に焼いてくれたからこんなに美味しいんだよね。朝食は毎日これがいいです。これでお願いします。こんなに美味しいのは私にはできません。5. Sapporo. Potofu. 清田にありますシチュー専門店、26年目を迎えたそうですよ。そんなに経つんだ。まだまだ知らないお店ってありますんですね。札幌といえども広尾山ですからね。ねえ、ほんとだよ。北海道も冬本番ですから、シチュー食べて温まるの最高じゃない？冬に食べたくなるランキング1位だね。おじさんはラーメンかな。いや、夏もめっちゃラーメン食ってる。いや、それにしてもこのビーフシチュー最高でしたね。デミソースがドストライクのやつです。8時間煮込んだデミがくどくなくてさらっとしとる。撮影忘れて夢中になってたもんね。本当に美味しすぎてもうなくなっちゃうっていう切ない気持ちになりましたね。わかる。それ切な系？切な系。このアメリケーヌシチューっての珍しくない？具がたっぷり、海の幸満載。アメリケーヌソースはよく見るけどね。エビ、ホタテ、アサリ、いろいろでかなりボリューミーなのにこのお値段は嬉しいよね。お値段以上にだ。どちらも1000円台ってんだからびっくりだぜ。行く前はちょいとお高いんじゃなんて思ったりしてたけど。シチューでしょ？高くねってね。でも食べて納得。あと月替わりのホッキとホタテのチャウダー、ほんのりカレー風味ってのも気になるし、コンソメベースのポトフもいいわね。カレー風味ってのは見逃せないぜ。でしょ？はい。シチューにはご飯入れます。シチューにはご飯入れる派。家ではね。温泉も随分といろいろ行きましたね。札幌はやっぱり混んでるからね。地方の温泉巡りはやめられません。混んでる日でも札幌に比べたら空いてるもんね、やっぱり。そんな中で一番のお気に入りがこちら。カレーは白銀亭、温泉なら白銀荘。
いや、それ大阪の人しかわからんって。標高 1000m の極上温泉、外気浴の天然森林アロマが最高なんです。混浴露天風呂もあるしね。サウナはセルフロウリュ用の水がストーブ脇にいつも置いてあってね。そうなんだ、あれがたまらんよね。水風呂もキンキンだし、やばい時は11度ぐらいじゃない？あれ10秒限界、足もげそうなるよ。宿泊もできて1泊1人3100円。安っ。キャンプ場も併設なの。真夏でも夜はかなり涼しいから外気浴が気持ちいいんだよね。塀がないから熊出そうでちょっと怖いけどね。富良野美瑛の楽しみの一つね。こっちがメインかもしらんね。6. Toyoura Namihei Pizza。 豊浦にあります波平さん。残念ながら名字は磯野さんではありません。いやー、東大元暮らしとはこのこと。どんだけこの道を走って函館行ったか全く気づかなかったね。いっつもセブンに寄ることしか考えてなかったもんね。ここはちょうどセブンイレブン寄るポイントなんだよね。だね。スキーやサーフィンが好きで、海の見えるこの町でお店を出したかったというオーナーご夫婦。店舗はなんとピザの石窯から内装も便器も全部オーナーの DIY。 かっけーですね。いや、さすがに便器は無理っしょ。石窯の石は豊浦の石を使ってるんだってよ。道理で豊浦風味なピッツァなわけだ。豊浦風味ってまた適当なこと言って。いやー、美味しかった波平さん。我々の好きなミラノっぽいピザ、カリッとして香ばしい生地、トウモロコシのピザ、たまらんかったね。ねえ、いろいろ調べてたら今は自家製ベーコンと豊浦産北あかりのピッツァらしいよ。くー、おじさんの好きなものばっかりじゃねえか。想像しただけでよだれが。定番から季節の野菜やフルーツを使ったものまで種類が豊富なのも嬉しいざんね。いや、スイーツ系の早くピザ行きたいね。ねえ、デザートピザ今すぐ食べたい。今ライトなナウ？ Right now。 7. Sapporo Veggie。 15年ぐらい前だったかな。トマラ流行ってたのね、あの時。流行ったね。私は食べてないけど、デニーズにまであったからね。ファミレスと一緒にしたら怒られるよ。あれはあれでうまかったよな。なんとこちらのメニューを見ると締めのおにぎり付きセットがあるじゃないですか。しかもこれ前からあったかな。オプションでエビ味にできるっての。締めおにぎり？エビ味いいわね。トマト味だからリゾット風になるってことかな。だのさ、でもその名前がね、レディースセットなんよ。女子限定なの？ね、だから遠慮がちに。遠慮がち？遠慮は続くよ。はいね、だから遠慮がちにおっさんが食べてもええんすかと尋ねると、心よく、はい、ぜひ食べてください。優しい。いやー、最強ですわ。エビトマト激うまです。一人で行ったのかみさんにバレたらぶっ殺される。ちょっと誰と喋ってる設定？締めのおにぎりはナイスアイディアですね。むちゃむちゃうまい。帰り道にもうまた食べたくなるという最上級にうふふ逆麺が一品でございました。くそー、私を置いていきやがって。よりによってエビ系で置いていきやがって。覚えてるよ。だからエビは事故知らんかってん。くそー。じゃんじゃん。8. Eniwa Juwan。 恵庭郊外にあります。なんと1日10食限定のお店でございます。飯旅のこの活動をやっていなければ出会っていなかったであろうこのお蕎麦。どうしても食べたくってね、2日連泊してしまいました。そうそう、出会えてよかった。神様仏様ご先祖様に感謝です。そして何よりジュアンの店主さんに感謝です。めちゃめちゃ感動しとったもんね。またこの蕎麦畑が目の前ってロケーションがいいんだよね。畑に囲まれたリアル蕎麦農家の感じでね。だのよ。しかも店内が無音、厨房からの音だけ聞いて待つってのも新鮮だったな。 BGM 一切なし。なし。ずる食いしづら。本当に10割とは思えない細さ。それでいてコシも香りもしっかり感じられるのであります。私事で恐縮ですが、僭越ながら
史上最高そばを更新させていただきました。おー、来た。おめでとうだぜ。ありがとうございます。2年ぶりの更新かな。最強そば、それはおじさんもいただかねば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 。トウモロコシのかき揚げある？ない。天ぷらなし。そんなそば屋ある？大丈夫。あーたの大好物タヌキがあるから。それを聞いて安心したぜ。格言。天かすとマヨネーズは全てを解決する。それはあーただけ。これ毎年そば畑満開の頃に来なきゃだね。んだ。9. Obira. Sumile. 札幌からオロロンラインを走り約3時間、小平町にありますすみれさん。去年通りかかった時にすんごい行列でね、なんじゃこりゃと思ってたんだ。調べたら海鮮丼がすごいらしいじゃん。そりゃ行くよね。はい。今回はあいにくの土砂降りにもかかわらずお客さん来る大人気ですね。とりあえずメニューが豊富で初見だと迷っちゃうよこれ。ほんと、麺類やらミニ丼やらうな丼やら麺セットとも気になるって気になりすぎて決められないじゃない。そうなのよ。やっとメイン決めても付け合わせ味噌汁、うどん、ラーメンの3択でしょ。隣の兄さんの使い合わせのラーメン見たら、こりゃ私には無理。だって普通にレギュラーサイズのラーメンなんだもん。ほう、そりゃ人気なのも納得ですね。なんて太い腹。それはあーたでしょ。太っ腹すぎはる。これが噂の海鮮丼。見てこの島エビ2匹もいんの。うわ、しかも生じゃん。贅沢だね。あったじゃん、生の島エビ。ずーっと探してたんだよね、生の島エビ食べれるところ。ねえ、探し物ってどうしてこうなの？まったくだ。探してる時は絶対見つからない。おじさんのお嫁さんもずっと見つからなかったからね。50年はヤバめだね。君と出会うための50年さ。マグロ、サーモン、しめ鯖とか贅沢すぎる海鮮丼。これがなんと1350円。お得ちゃん。何その関節フリーキック。これだよ、これ。これでこそ我が北海道。にゃんね。10. Sapporo. Les Richesses. 清田で出会いました。住宅街にある可愛らしいフランス菓子専門店。レ・リシェスとはフランス語で大切な宝物って意味なんだって。お店に入ってショーケースを見た瞬間声出ちゃったね。天才かも。直感的にショーケースの裏に吸い込まれる感じ。裏？いらっしゃいませ。イチジクの赤ワインにタルトはいかがですか？美味しいですよ。なんで売る側になろうとするの？思わず売り棒になっちゃいましたね。こちらのオーナーシェフは製菓学校卒業後、都内のレストランにて修行、後フランスに渡り、パリの老舗パティスリーなど4軒で経験を積み、本場の技術を学んだそうで、フランス三大コンクールの一つ、アルパジョンコンクールで優勝を経てアルパジョン帰国。優勝、フランスで。2000年に清田で独立開業されたんだって。やっぱり道理で天才感出てるわけだ。これが本場パリ仕込みっていうわけですね。洋梨のチーズタルト最高でした。ここは大人のためのラ・パティスリーだね。確かに子供向けではないかも。イチジクのタルトもカシスクリームとのバランスが絶妙だったね。今回は初めましてだったけど、いろいろ食べてみたいね。おじさんの大好きなオランジェットもあるしね。そうなのさ。オランジェット超安いんだよね。ワンステージ段が違う感じしますね、このラ・パティスリー。ほんと、本場フランスの洋菓子ってこんな大人っぽいのかしら。本場フランスでもいただいてみたいわね。ここは生涯お付き合いしたいラ・パティスリーね。また来ましょう。Oui, madame les bouchons. Oui, madame, revenons. 瀬川さんですか？Shikaino Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Sapporo Shiroishi Kaiwai des. Otanoshimini. See you soon. この間ね、朝だよ詐欺っていうのに会いましてね。朝だよ詐欺？気持ちよく寝てたら、朝の7時ぐらいに大変だって起こされて、
時間だよ、時間だよ、遅れるよって言われて、うわー、やべえやべえやべえって慌てて飛び起きて着替えようと思ったんだけど、あれ俺はどこに何をしに行くのってごめんなさい。何の夢を見てたのか知らないけども、遅刻する夢だったんだと。めちゃめちゃびっくりするよね、あれね。俺どこ行くんだっけっていう。そうね、着替える途中ぐらいでちょっと待ってって我に返る。本当に失礼しました。朝寝詐欺には気をつけてください。はい。